はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2024年がどんな1年なのか、占星術で星の動きをまとめてみました。大まかな流れ、そしてお仕事や社会運、そしてお金のこと、また人間関係や恋愛について、そして最後によりよく生かすためのヒントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さん、今年こそは叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなっていう願いをぜひコメント欄にお寄せください。絵馬を描くようにね、書いていただければ全部叶いますようにと願いながら全て拝見させていただきます。大前提としてなんですけど、運勢の強弱はね、各星座によってあるんですけれども、一番大事なのは私たちの心、マインドによって見える世界や作っていく世界も全く変わりますので、あくまでもこの星の動きを参考に、皆さんの好きなように自由に2024年を作っていってください。何かしらこの動画がお役に立てれば嬉しいです。ではよろしくお願いします。さそり座さんの2024年は、人に恵まれ意識が変わる年です。2024年に起こりやすいこと。2024年は年間を通して人間関係が強調されているので、大事な人と出会ったり、パートナーや家族、職場などを通して自分の落ち着く場所や在り方が変わりそうな1年です。2023年後半からすでに人間関係において様々なチャンスや変化があったかと思いますが、迷っていたことにやっと答えを出して、誰と関わるのか、どこに住むのか、何を目的として生きていくのかを決めて定着させていく流れが起こりそうです。例えば、パートナーと一緒に住む家を見つけたり、就職が決まって職場に通える場所に引っ越したり、遠くの学校へ行くことになったりなど、家や場所、環境に応じて自分の落ち着く場所に導かれていきそうです。また、長年連れ添ったパートナーの定年を機に住みやすい環境へと家をリフォームして変えたり、家そのものの場所は変わらなくても子供が巣立って家族の在り方が変わったり、何かこれまでと変わらないと思っていたことに対して根底から刺激を受け、本来の自分に目覚めていくかのような変化に促されるでしょう。家の中を整理したりすることはもちろん物理的にスッキリするのですが、それ以上に空間から無意識に受け取っている波動が変化し、自分の心の奥底に潜めていた昔の思いも消化していくことになります。昔の嫌な思い出もコンプレックスも、今の年まで頑張ってきた自分にもうふさわしくないと手放していけるのかもしれませんね。お仕事や社会との関わりについて、自分の心の持ち方が変わりそうな年なので、これまで続けてきた仕事に対しても部署異動の願いを出したり、転職したくなったり、知り合いのつてで違う仕事を紹介されたりなど、同じことを続けていくよりも何かしらの変化が起こりそうな雰囲気です。もともと転職活動をしていた方にとっては超ラッキーですよね。4月から5月にかけては思いもよらぬ橋がかかると言いますか、ずっと密かに願っていた願いが届くようなラッキーハプニングがありそうな時期になります。信じて行動し続けていれば、大きな契約が取れたり、就職できたり、大切な人と出会ったりするでしょう。恐れずに自分の良さを認めてアピールしていってくださいね。お金のこと。金銭においては人生の土台が変化するに伴い、大きな出費があるかもしれません。しかしそれは心地いい環境を作るために必要な経費であり、痛手にはなりません。むしろお金では得られない温かな優しさや思いやりを感じられることが金銭以上の大きな恩恵となるでしょう。特に6月以降は労働に見合った収益ではなく、株や昔かけていた保険の返礼金などまとまったお金が別口から入ってきやすく、パートナーからもたらされるサポートも大きいでしょう。保険の見直しにもいい年になります。人間関係や恋愛について、2024年はとにかく人に恵まれる年ですから、自分の内面を見つめながら相手と恐れず向き合っていくことでかけがえのない関係性を築いていくことができます。特に5月末までに契約更新や人間関係においてのチャンスがあります。6月以降はそれまでに関わった人とのご縁をより一層深めていくための信頼を構築していく時期になります。
もしもですが、熟年離婚を考えていた人にとっては思い切った行動に出やすい年とも言えます。一旦別居することで本当はどのように関わりたいのかが見えてくるかもしれませんし、積極的に自分の内面を潔く表面に表すことで方向性を見出すこともできるでしょう。これはパンドラの箱を開けるようなやや重たいものを開ける作業になりますので、精神的葛藤や変化もちょっと大きいかもしれません。ただし、そういった大きな転機はいくらでもプラスに生かすことができ、整理すれば必ず新しい、もっとふさわしい人やもっとふさわしいチャンスに変わってやってきます。人間関係や恋愛においては、結婚したり別居や離婚したり恩師と出会えたり、少々激しい運ではありますが、今後の人生に必要な人と出会う可能性が大です。そしてその人との関係性の中で自分のコンプレックスが溶かされていき、ずっとしまい込んでいた昔の嫌な記憶や悲しみなどはもう手放していく流れとなりそうです。環境の変化に伴う不安があったとしても、誰かに傷つけられるとか一人になるということではなく、たとえ誰かがいなくなったとしても、それは関わり方が変わるだけです。深い愛を一番いい形で受け取るために、もっと関係性を変えていくことで、お互いにバージョンアップして、さらに素敵な関わりへと変化していくことができるのです。2024年を有意義に過ごすためのヒント。さそり座さんにとって一番大きな影響としては、人生の土台となるものが一層強化されることです。自分の内側が変わるから環境に変化が起こるのか、環境的に変わるから心理的にも変わるのか、どちらが先かは分かりません。物理的には地震が来てもびくともしない家に補強するような感じで、精神面でも何があっても大丈夫という方向へと宇宙からの強いサポートを受けることになるでしょう。ですからピンチだと思ったら、それはいくらでもチャンスに変えることができる、その運があるということです。例えばですが、家族間での秘密がバレたり、それがきっかけで風通しのいい関係性に修復できたり、精神面で独立していくような強いマインドが備わりそうな兆しもあります。関係性はいい時だからこそ自分が一人になったり、または自分が家を出て違う場所で暮らしたり、どちらにしても内面で起こる心理的な感覚は自分の強さに直結していて、自分を認めれば認めるほど本当は深いところで愛されているということを感じるのです。また自分の洞察力や感性が抜群に良くなる可能性があります。セラピーやヒーリング、カウンセリングなど潜在意識では理解しづらい意識にアクセスし、潜在意識の調整が行われるような感じです。予知夢を見るようになったり、見えないものとつながりやすくなったり、スピリチュアルな才能が開花するかもしれません。貴重な体験ができる一年ですから、ぜひ豊かな時間を楽しんでください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。